バップのフレーズ使えるようになりたいけどどうやってやっていいかわからん、解釈がようわからん。はい、特に今日のフレーズはいろんな要素がたくさん詰まっているので、それをもうなるべく簡単に説明していきますので、この動画が見終わった後にももうビバップのフレーズ弾けるようになってます。ジャズギターの新鋭へ。ニューヨークで体験した旋律のジャズ。初心者から簡単にウエスやパーカーのジャズを体験しよう。極上のフレーズとビバップの真髄を知るチャンス。LINE 登録で譜面配布までぞ。動画見放題6キュッパ。個別 LINE 指導1、2パ。予約受付中。君のギターが今生まれ変わる。ジャズ生活の彩りをどうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーゲです。ということで今日はビバップの偉人から学べビバップフレーズやっていきましょう。ということで今日のフレーズはもうすごいお得です。ビバップの要素がたくさん詰まっております。2度マイナーしかり、5度セブンしかり、1度メジャーしかり。ではそれをギターでどうやって弾くんだ、どうやって解釈するんだっていうのはこれからゆっくり解説していきますので、最後までゆっくりしていってね。ということでまず最初にフレーズやる前にコードをしっかりおさらいしていきましょう。どのコードの上でフレーズを弾いてるんだっていうのはすごい大事になってきます。今日は1度メジャーがこれ、はい、A フラットメジャー7ですね。でこれに対して2度マイナー B フラットマイナー7で E フラット7となってます。で251という形ですね。ではいきなりフレーズいくんではなくて、もうちょっとこのコード深掘りしていきましょう。これをやることによってジャズのある応用力を養います。やり方は至ってシンプルで、意識を少し持つだけです。でこちらに興味があるよって方がおりましたら、僕が以前ねアップロードしたフレーズの練習の仕方という動画で詳しくやっております。この動画では簡単に説明しながらやっていきますので、この動画が終わった後にぜひご覧ください。では応用力を養うために何をするんだと。コードを弾きます。さっきやったがね、違います。コードを弾くといってもただ弾くんじゃない。コードフォームを意識するんじゃない。では何をやるんだ。コードの持ってる響き、これに耳を傾けてください。ただただ難しく考えることはありません。 B フラットマイナー、暗いな、その程度で大丈夫です。でコードが進行していきますもんで、この2度マイナーから5度7、どう音が変化したか、これをしっかり頭に入れましょう。で5度から1度ね、ドミナントモーションね、安定したなという感じで全然構いません。でこの251というコード進行の上でフレーズをやるっていうのがすごい意味があります。この2つを一緒に考えれるようになったら、他のキーに転調した時も同じようにフレーズが簡単に弾けてしまいます。フレーズばかりに意識がいってしまいますが、コードを含めたフレーズという認識でやっていきましょう。フレーズばかりに意識がいってまいりますが、コードを含めたフレーズということで意識してやっていこまい。ということでまず頭の中でコードが鳴るようにしっかりいろいろやってみてください。もちろん四つ切りでも全然構いません。はい、大変お待たせしました。それではフレーズの解説やっていきましょう。ということでこちらフレーズを練習する上で3つの大事なポイントがございますね。その上で3番スケール、どのスケール使うんだと。はい、モードスケールを中心にやっていきますね。まだモードスケールよわからんよって方お見えになりましたらですね、僕のこの以前やったモードスケールの動画で詳しくやっておりますので、そちら参考にしてみてください。はい、この動画ではもちろん簡単に説明しながらやっていきますので、この動画が終わった後ぜひ見てちょうよ。ということでまず1つ目、コードポジションですね。ギターの場合ね、同じ音が違う弦にあってちょっとワイヤーになってまうんですけども、どこでやるんだと。はい、だいたいギタリストの場合この6弦5弦慣れてますもんで、この辺りを中心に見ながら音を拾っていくっていうのがすごい分かりやすいかなと思います。今日は例に漏れずここやりやすいですわね。6弦ルートの B フラットマイナー押さえていきましょう。ではこのコードの影を見ながらコードトーンやっていきます。コードトーンというのはコードを形成する大事な中心となるコアな音ですね。では行きましょう。1度マイナーサード5度7度、1度マイナーサード5度7度1度となってます。はい、でこのコードトーンを結んでいくという感じでスケール見ていきます。ドリアンスケールですね。1、2、マイナー3、4、5、6、7、1、2、マイナー3、4、5、6、7、1となってます。はい、ということで B フラットマイナーで弾いて問題ない安全な音分かりましたね。これを中心に、フレーズ見ていきましょう。1、2、3、4。はい、ここまでです。最初の音
この音なんでしょう。1度ナインスから始まるんですね。で半拍休んだ後5度に落ちると違う。ではこの音なんでしょう。13571マイナス3度から始まって半拍休んで5度に落ちるとワンツーという感じですね。はい、これだけでもしっかりこのマイナー感がね出ますよね。マイナーサード弾いて5度って別にもうメジャーマイナーとかねコードの感じを特に、印象づける音ではないんですけど、リズム的にすごい、ね、マイナー3度で落ち着きましたよっていう音を強調してくれますね。この後ですよ。ナインスなんだこの音。1度から見て半音フラットナインスいって1度いって、はい、これメジャー7度。この音とこの音さっきやったねスケールコードトーンに入ってなかったですね。なんで弾けるんだと。はい、経過音ですね。で経過音だから何でも弾いていいってわけじゃなくて、基本的に表拍、ね、には、コードトーンまたはスケールの音で、裏拍にはそれ以外の音をやるとコード感が崩れる、すごいスムーズに流れるような、音作りになります。ね、ワンツースリーフォーワンツースリーね、変な音になるでしょ。ワンツースリーフォーね。で次のこの音にアプローチしていくというわけですね。なのでこういうアプローチね、細かいところ表拍にコードトーンまたはスケールね、で裏拍それ以外のっていうのはビバップのねスケールの特徴になってきますので、ビバップのプレイヤーのね音の使い方というかとかねとか細かいところだけど注目していくとすごいいろんな考えられたフレーズになってるなというのが分かりますね。では次5と7いきましょう。ここ見ましょう。こうでもいいですね。でコードの、ポジション決まりました。コードトーン135713571という感じで見ていきます。でスケールミキソリディアンですね。123456712345671となります。はい、ということでこれでE フラット7で使っていい安全な音が分かりましたね。使っていいというかね、安全な音、外れた感じがしない音ですね。ではフレーズやっていきましょう。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。ここまでになりますね。ね、この音から始めます。ここに向かってアプローチしてたんだっていうのが分かります。これはなんだ ?4 度だね。E フラット7から見たらね。4。はい、また変な音出てきたね。これマイナーサード使っていいのかね、メジャーのコードなのに。はい、こっちにするとメジャーサードに対してアプローチしてるんだなっていうのが分かりますね。ここに来てようやくこの E フラット7の、ね、感じが出てきましたね、コードがね。でここからはいメジャーサード5度7度フラット9ね、これね。でサード5度という感じでいきます。はい、これねディミニッシュの音なんだな。はい、半音上セブンスの半音上、ここのルートを1個上げてみるよ。そうするとね、音を1音変えただけでこのディミニッシュの音になります。でこれ E フラットから見たらフラット9以外はコードトーンだよね。なのでセブンスで半音上のディミニッシュが使えるよっていういい例ですね。ね、綺麗にできてるね。だけども流れで聞くと意外とディミニッシュだって気づきにくいよね。ワンツーね、コードトーンが鳴ってるで変な音が出てるという感じ。思いっきりディミニッシュを使ってるわけじゃない。このサードから上がっていくから357が先行して次にフラット9が来るからちょっと味が薄くなる。で綺麗なこ
コードになってますね。ディミニッシュ感がちょっと薄れて隠れた隠し味という感じですね。隠れた隠し味、まあいいや、やめとこうでこの後トニックはね、今日ここを見ていきましょうね。ここのオクターブ上ですね。ではコードトーン1357135ですね。で、スケールアイオニアスケールです。12345671234 5、まあこの辺まで見ておきましょうというところですね。はい、ということでフレーズやっていきましょう。1、2、3、4。ね、すごい綺麗なトニックの終わり方ですね。1度いって5度、サード4、5スケールでいく感じだね。といったのに、またこの半音下がマイナーサードからメジャーサードにアプローチで、コードトーン3、5、メジャー7、ナインスいて1度という感じだね。となってますね。バリー・ハリス6ディミニッシュスケールを、ご存知の方はもうお分かりかと思いますけども、リハーモナイゼーションというコード、ドレミファソラシドで弾いていくと12345フラット6度入って6度入ってメジャー7いって1度、ね、このフラット6度を加えるのが、バリー・ハリスの、6ディミニッシュスケールに、これにコードつけて一緒にやった時に135、7、これってね A フラットメジャーの展開形なんですね。それに対して全部間ディミニッシュでいくよね。でこのディミニッシュなんだっていうと、はい、ここ半音下げてあげると、はい、5度セブンスになってるんだな。なのでトニックとドミナント交互に繰り返してるので、すごい気持ちがいいよねっていうところ、これも使われててね、メジャー7、ナインスいって最後にトニックで終わるということをスケールの中で行われているんですね。なのですごいこれいろんな意味でいい練習になるね、トニックのフレーズ、ビブアップのフレーズとしてね。このアプローチも言っちゃえばもうトニックディミニッシュからこうトニックに解決してあげるような感じだね。やっぱりで最後コードトーンで飛んであげるとすごい気持ちがいいね、飛躍的な感じがするので、こういう終わり方はすごい楽しいですね、聞いてて。ここであえて3、4、5といったのに戻っていくというのがおしゃれでいいかなという感じです。はい、ということでフレーズの解説は一通り終わりましたね。だけどもまだここで終わらんといてちょうよと。はい、今一つのポジションでしかやってないよね。だもんで他のポジションでもいろいろやっていくことによって、はい、自分のフレーズにどんどんなっていきます。セッションでより出やすくなります。はい、という感じでいろいろできました。なかなかね、うまくこうね、音域が広いもんでできないので、こういうところでポジションを崩したりしてやるの面白いですね。こういうことを自分で考えながらやるっていうのがまたこの指板を把握する上にもすごい大事になってくる。ということで、まだ終わらんといてちょいよ。他のキーでもやりましょう。今は一つのキーでしかやってないので、これをやると歌の人とか来た時もいろんなね、ファと違う曲とかでも出やすくなります。はい、こんな感じでできましたね。ちょっとやりにくいポジションであえてやってみました。で、今は C でやったんですけど、C ってすごいドレミの歌とかでも皆さんおなじみだと思うので、いろいろね、物事をね、冷静的に見るのはすごいおすすめなキーなんですね。
でこれで慣れたらまた違うキーでやったりするっていうのがまたより練習としてはいいですね。ということで最後に僕が2回しアドリブをしました。最初に僕が適当に弾いてこのビバップのフレーズにつなげてみました。はい、いかがでしょうか。こんな感じで自分のフレーズねからこのビバップのフレーズつなげたりしながら最後遊んでみるともう最高なもう完璧な練習ですね。こういう感じでフレーズを覚えていけば自分のフレーズにどんどんなっていきますので、ぜひともいろんなね遊びながらやってみてください。はい、ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄何か書き込んでいただければ大変励みになります。特になんとも思わなかったよって方がおりましたらコメント欄に感想わかめとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。はい、ということで子供が乾燥わかめ増えるのが楽しくてなんかすごい無駄遣いされた私レイだけなんですけども、で Facebook や Twitter、Instagram などをですね低頻度で更新しておりますので、そちらの方ですねぜひともフォローしていただきつつ、お皆さんはよなんか書きあとコメント欄で私レイだけをちょっといじってみてはいかがでしょうか。はい、ということで皆様日頃から大変温かい応援ありがとうございます。 CD の売れ行きも上々になっておりまして、雑誌等々にも出させていただいてという感じの私レイだけですけど、まだ CD 買っとらん人ぜひ買ってちょうよとお願いをするんですけども、こればっかりお願いしてもしょうがないなと思うので、最後にですねスーパーサンクスなどをしていただければ私レイダーギのテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。だけど結局お願いしとるけどね、まあそれはそれとしてお決まりだもんでねやらんとかんわねということで、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。